私の本命はカナタなの。今まであなたとは金づるとして一緒にいてあげただけだから。俺が結婚式に貯めていた400万円を勝手に使った美咲。しかもカナタというホストに貢いでしまったらしい。それを問い詰めると美咲の本性がどんどんあらわになっていった。そもそもあんたなんか私と釣り合っていないのよ。400万ぐらいで騒がないでよ。せこい男ね。美咲がこんな女だとどうしてもっと早く気がつかなかったのか。俺は自分の見る目のなさを悔やんだのだった。俺の名前は川野裕太、30歳の会社員だ。俺には4つ年下の美咲という婚約者がいる。美咲とは共通の知人を通じて知り合った。お互いに同じアニメが好きということで意気投合し、連絡先を交換したのが恋の始まりだ。美人でおしゃれな美咲はいわゆるキラキラ女子。普通の OL にもかかわらず SNS にはフォロワーが1万人ほどいるらしい。毎日キラキラした写真を投稿し、女子たちからは羨望の眼差しを向けられている。そんな美咲は俺にとって自慢の彼女だった。俺たちは同棲をしながら結婚式に向けて貯金をしている。と言っても主に俺の給料から生活費や貯金を賄っているのだが、なぜなら美咲はブランド物や化粧品などに自分の給料のほとんどを使ってしまうからだ。それでも俺は美咲が好きだったので特に喧嘩になることもなかった。コツコツと節約したおかげで口座には400万円近くのお金が貯まっていた。このくらいあれば余裕で結婚式を挙げることもできるだろう。俺は美咲のウェディング姿を想像し幸せな気分に浸っていた。しかし残念ながら美咲のウェディング姿を見ることは叶わなかった。ある事実が発覚したからだ。それは俺が口座に今月の貯金分を入れようと銀行へ行った時のことだ。俺は通帳を見て目を疑った。なんと俺が結婚式のために貯めていたお金が全額引き出されていたのだ。しかも引き出されたのは3日前。3日前といえば俺が出張で家にいなかった日だ。俺は急いで家に帰り、美咲から話を聞くことにした。美咲、結婚式のために貯めておいたお金引き出した？引き出したけど、何？少し面倒くさそうに答える美咲。そんな美咲の態度に違和感を覚えながらも、そのお金まさか使ってないよなと恐る恐る尋ねた。すると美咲は、は？使ったら悪いわけ？とふてくされたように答えた。当たり前だろ、あれは結婚式に貯めていたお金じゃないか。あんな大金一体何に使ったんだよ。俺が声を荒げて言うと、美咲は、だってあれは2人のお金でしょ？美咲にも使う権利あるよね。と言い出したのだ。あれはほとんど俺が節約して貯めていたお金だということを美咲も知っているだろう。なんで勝手に使うんだよ。俺が何度美咲にそう説明しても、美咲は誰が貯めたかなんて関係ない。2人のお金なんだから美咲も使っていいはず。何に使ったかは言わない。の一点張りで話にならなかった。話が一向に進まないので、とうとう俺は美咲から事情を聞くことを諦めた。しかし400万もの大金、一体何に使ったんだ？俺はそれがどうしても気になって調べることにした。その夜、美咲が寝静まっているのを確認し、美咲の携帯を開いた。もちろんロックがかかっているが、暗証番号は好きなアニメキャラの誕生日だと知っている。俺はまずメッセージアプリを見ることにした。すると、カナタという怪しい男と頻繁にやり取りしていることが分かった。そこには、カナタ大好き、カナタに会いたい、などの文字が。しかし、カナタからは、美咲に会いたいからお店に来て、今日はシャンパンお願いね、などと明らかに営業トークと思われるメッセージが炸裂していた。店やシャンパンってことは、カナタはホストなんだろうな。美咲は俺が貯めた400万をホストに貢いだってことか。
俺は事実を知って、ショックよりも怒りの方が湧き上がってきた。そして美咲を起こすと、おい、これはどういうことだよ。と美咲の携帯の画面を突きつける。すると美咲は、勝手に人の携帯見るなんて最低と逆ギレをしてきたのだ。勝手に見たことは悪かった。ごめん。だけど、カナタとかいうホストにあの貯金を使ったのかよ。うるさいわね。400万くらいで騒がないでよ。今月はカナタのバースデーだったから仕方がないでしょ。悪びれる様子もなくそういう美咲。俺はそんな美咲にドン引きしながら、美咲は俺たちの結婚式よりホストのバースデーの方が大切なのかと尋ねたのだが、なんと美咲からは、当たり前でしょと答えが返ってきたのだ。俺はこの時点で美咲に対する信用や愛情が音を立てて崩れていき、すっかり心が冷え切っていた。そうか、それなら婚約を破棄してくれ。俺の言葉に、あなたなんかこっちから願い下げよ。私の本命はカナタなの。今まであなたとは金づるとして一緒にいてあげただけだから。と言って爆笑する美咲。さらに、そもそもあんたなんか私と釣り合っていないのよ。400万ぐらいで騒がないでよ。せこい男ね。そう言って美咲は楽しそうに俺をけなしたのだ。俺は自分が惨めで仕方がなかった。どうしてこんな女だと気がつかなかったのだろう。俺は結婚に向けて浮かれていた自分を恨んだ。美咲に感じていた違和感の数々を無視して婚約をした俺が悪いのだ。そうして俺たちはあっけなく婚約を解消した。もちろん美咲からは400万を返してもらえなかった。俺は恋人と貯金を一気に失ったショックでしばらく落ち込んでいたのだが、いつまでもこのままではいけないと思い、そしてその喪失感を紛らわそうと今まで以上に仕事に打ち込み始めた。そのおかげで俺は営業成績がどんどん上がっていき、なんと昇進の話まで浮かび上がるまでになった。プライベートは散々だったが、仕事のおかげで心が救われたのだった。そして1年後、ようやく俺にも春が訪れた。彼女ができたのだ。彼女の名前はさや。心優しいさやといると安らぎ癒される。さやのおかげで美咲との嫌な記憶はすっかり忘れ去ってしまっていた。美咲と住んでいたマンションを引っ越し、俺は新しいマンションでさやと住み始めた。そんなある日、俺の SNS アプリにフォロー申請が届いた。中田と書かれた名前に見覚えはなかった。さらに中田は何も投稿していないようで、フォロワー数も数人しかいなかった。少し怪しかったが、もしかしたら職場関係の人かもしれないと思い、申請を許可した。その中田という人物は、俺が写真を投稿すると、いつも一番にリアクションをくれた。俺は一体誰なのだろうと気になって仕方がなかった。しかし、メッセージを送ってみても返事は来ないのだ。そしてその数日後、俺の身の回りで異変が起き始めていた。まず、俺が仕事に行っている間、宅配業者を装った女が訪ねてきた。さやが玄関のドアを開けると、その女は荷物を渡してすぐに立ち去ったらしい。その荷物には差出人の名前もなかった。不審に思ったさやが荷物を開けて中を確認すると、俺の過去の写真が1枚入っていた。しかもその写真の俺の顔は赤マジックで塗りつぶされており、さやはゾッとしたのだという。写真は1年半前のもの。俺が美咲と付き合っていた頃に美咲が撮った写真だと思われた。こんな嫌がらせをするなんて美咲の性格ならありえるかもしれない。俺はさやに美咲のことを正直に話し、怖い思いをさせたことを謝った。その後も嫌がらせは続いた。家のポストにゴミが入れられていたり、車が傷つけられたり。しかし美咲の仕業だという決定的な証拠がなく、
俺とさやはもやもやとした日々を過ごしていた。それにしても、どうして俺の住んでいるマンションが分かったのだろうか。しばらく考えていた俺だったが、とある人物が頭に浮かんできたのだ。それは例の SNS アプリで申請してきた謎の人物、中田だ。今思えば中田がフォロワーになった後から嫌がらせが始まっている。住んでいるマンションは俺が投稿している写真や動画から特定したものかもしれない。しかも中田の文字を入れ替えると、かなた、美咲が貢いでいたホストの名前になるのだ。俺は中田イコール美咲だと妙な確信を持った。しかしそれが分かったところで美咲が嫌がらせをしているという証拠にはならない。俺は頭を悩ませていた。そんな俺を心配したのか、気分転換に2人で旅行にでも行きましょうとさやが素敵な提案をしてくれた。そうだな、この際どこか海外にでも行ってみようか。俺たちは1週間の休みを取ってヨーロッパに行くことに決めた。イタリア、スペイン、フランスと各国の名所を見て回るのだ。久しぶりの海外旅行が楽しみで、俺は気分が晴れやかになった。そして出発の日、俺たちはしっかりと戸締まりをし、空港へ向かった。そしてヨーロッパへと旅立ったのだ。ミラノ大聖堂にサグラダ・ファミリア、そしてルーブル美術館。俺たちは各国の名所を巡りながら、その素晴らしさに感動していた。すると、そんな俺のもとに一本の電話がかかってきた。知らない番号だ。仕事の電話だったら嫌だな、なんて思いながら、俺はすぐに電話に出た。すると、アバキレストランですが、川野裕太さんのお電話ですか？それは知らない店からの電話だった。はい、そうですが。私、アバキレストランの店長です。川野さん、食い逃げは困りますよ。今すぐこちらに戻って料金を支払ってください。電話の主である店長は強い口調でそう言った。身に覚えのないことを言われた俺は驚いて、私は今フランスにいますが、食い逃げって何の話でしょうかと尋ねたのだが、フランス？ふざけたこと言わないでください。もしこのまま支払いに戻らないなら警察を呼びます。と怒っている。いいですよ。本当に今私はフランスにいるので、食い逃げなんてできません。警察を呼ばれても構いません。俺はそうきっぱりと言った。すると店長は少し沈黙した後、では、あなたは本当にフランスにいるんですね。そうだとしたら食い逃げしたのは一体誰なんだとつぶやいた。どうして俺が食い逃げしたことになっているんですか？俺がそう尋ねると、昨日あなたの名前でコース料理の予約が入ったのです。そして先ほどあなたの名前を名乗るカップルがディナーを食べに来たのですが、気づいたら支払いもせずに消えていたんですよ。なので慌てて予約の時に伺っていた番号に電話をかけたというわけです。店長はそう言ってため息をついた。食い逃げされたコースは1人2万円だったんですよ。お酒もたくさん飲まれたし、とんだ大赤字だ。そうだったんですね。ちなみにそのカップルの女性の方はどんな特徴でしたか？俺は美咲を疑い、そう尋ねた。そうですね。なんだかすごい美人でモデルみたいな人でした。だけど態度が悪くて、店員を怒鳴りつけたり、ワインを床にわざとぶちまけたり、最悪でした。店長はそう言って、またため息をつく。教えてくださりありがとうございます。実は心当たりがある人物がいます。本当ですか？俺の言葉に店長の声が少し明るくなった。はい、ですので日本に帰ったらご連絡しますね。俺はそう店長に約束し電話を切った。一体美咲はどこまで迷惑をかける気なのだろうか。俺はものすごく腹が立った。しかし美咲のせいで旅行が台無しになってしまっては美咲の思うツボだろう。せっかくの旅行なのだからと気持ちを切り替え、残りの滞在も思いっきり楽しむことにした。そしてお土産をいっぱい買い、満足した気持ちで日本へと帰ってきたのだった。久しぶりに我が家へ帰ると、
何かいつもと様子が違っていた。テレビのリモコンやドライヤーの位置など細かなところがいつもと違うのだ。もしかして誰か侵入したのだろうか。窓を割った形跡もないので、おそらく鍵を開けて入ってきたようだ。幸い金目のものや通帳などは金庫にしまっていたので無事だった。しかし俺とさやの写真やさやの服などがビリビリに引き裂かれていたのだ。何これ、ひどい。さやはショックで泣いていた。これも美咲の仕業なのか。俺は真実を確かめるべく罠を仕掛けることにした。俺は SNS で明日はさやと一日お出かけしますという文章とともにおしゃれなフランス土産の数々を写真に撮ってアップしたのだ。次の日、俺はさやを実家に避難させ、自分は家の一番奥の部屋で待機していた。そしてお昼が過ぎた頃、鍵をガチャガチャと回す音がして玄関のドアが開いた。誰かがリビングへ歩いていく足音が聞こえる。俺はゆっくりと奥の部屋から出てリビングへと近づいていった。するとそこには案の定美咲の姿が。美咲はフランス土産を必死に自分のカバンに押し込んでいた。おしゃれなフランスの土産欲しさに家に侵入すると予想していた俺が仕掛けた罠は大成功だ。やっぱりお前か。俺がそう声をかけると、美咲は驚いて体をビクッとさせた。は？なんで家にいるの？美咲は青ざめた顔でそう言った。いたら悪いかよ。俺の家だぞ。それよりなんで他人のお前が勝手に入ってきているんだ。俺は強い口調で美咲を問い詰めた。いいじゃないの。元婚約者なんだから他人じゃないでしょ。美咲は苦しい言い訳をしている。ふざけるな。お前なんか他人以下だ。嫌がらせも食い逃げも全部お前の仕業だろ。許さないからな。俺は美咲を睨みつけた。知らないわよ。証拠なんかないくせに。とあくまで白を切ろうとする美咲。俺は仕方なく奥の部屋からある人物を呼んだ。その人物を見て血の気が引く美咲。お父さん、どうしてここに？そう、俺は美咲の父を家に呼んでいたのだ。美咲の父は美咲と婚約している時に何度か会っていた。俺のことを気に入ってくれており、二人だけで酒を飲んだこともある。婚約破棄してからは連絡を取っていなかったが、今回のことで美咲がホストにはまっていることや、俺たちに嫌がらせをしていることを思い切って相談したのだ。すると美咲の父は俺を信用し、全面協力してくれることに。そしてこれが美咲には効果てきめんだったらしい。父を見た美咲は別人のように急におとなしくなってしまった。美咲の父はまるで般若のような形相で美咲を尋問し始めた。ゆうたくんに嫌がらせをしたり食い逃げをしたのは事実か？はい。ホストにはまってゆうたくんが貯めたお金を使い込んだことは？事実です。この家にはどうやって入った？勝手に合鍵を作りました。美咲の言葉を聞くごとにだんだんと顔を真っ赤にしていく美咲父。お前はどうしようもない娘だな。どうしてこんなことをしたんだ。父から怒鳴られた美咲は泣きそうになりながら、だって悔しかったんだもん。雄太が私より幸せになるなんて許せない。と言った。はい？どういうこと？理解ができず思わず聞き返してしまう俺。噂で聞いたけど仕事も昇進したそうじゃない？せっかく私がよりを戻してもいいかもって思ってあげたのに、他に女を作っているなんてひどい。美咲はそう言って泣き始めたのだ。美咲の思考回路に俺はついていけない。ここまで聞いていた美咲の父はもう限界だというように美咲を怒鳴りつけた。お前はもう一度実家に戻ってこい。再教育してやる。その前にまずは警察だ。美咲の父の言葉に美咲は号泣。いやよ、警察なんて行きたくない。あんなど田舎になんて帰らない。しかし美咲はそのまま父に引きずられて家から出て行ったのだった。
その後、美咲は父と警察へ出頭し、執行猶予付きで保釈された。さらに父の命令で持っていたブランド物はすべて売り払い、俺やレストランへの謝罪金に、そしてど田舎の実家へと強制送還され、父と母の厳しい監視のもとパートをしながら暮らしているのだという。もちろん SNS は禁止され、1万人以上いたアカウントも削除された。SNS 中毒、ブランド中毒だった美咲にとってはきっと大ダメージだろう。美咲は我慢できずに一度実家から逃走し、彼方のところに行ったそうなのだ。しかし彼方にはすでに別の女ができており、金のない美咲はあっさりと追い返されたらしい。美咲はショックを受けてとぼとぼと田舎に帰ってきたと美咲の父は笑いながら話していた。自分をちやほやしてくれるファンもおらず、ホストもいない田舎の生活は美咲にとって相当な苦痛なのだそうだ。どうにか田舎で自分を見つめ直し、その曲がった根性を更生してほしいと願うばかりだ。一方俺はついにさやと結婚することに。今度はセキュリティのしっかりした一軒家を建てる予定だ。いつも支えてくれたさやを今度は俺が幸せにしたいと思う。